モカツ時間の記録 Vlog。今回は SD ガンダム BB 戦士ナンバー71 SD ガンダム外伝のキットアルガスナイトゼータを作っています。1991年に発売されたキット。塗装パートその2、アイバ・アーガマと付属の武器防具をペイントするフリーハンド筆塗り動画です。素組みで作ったパーツはミスタースーパークリア艶消しを吹きかけ、塗装の下地を作ってあります。塗装の様子をハイライトで使用したカラーごとに見ていきます。まずは下地塗装です。使用したのはモデルカラーのホワイトグレーです。少しグレー味を帯びた白です。その分隠蔽力が強い。ベース作りの塗料として重宝しています。この後の色分けが色のり良くなるのと、塗装箇所の目印にもなるので、一手間ですが、この下地塗装は欠かせません。このパートでは、アイバ・アーガマ、ゼータグレートソード、飛翔の盾、竜の盾にそれぞれ色分け箇所がありました。最近では、このホワイトグレーの他に、題材によって下地塗装だと、ゲームカラーのデッドホワイト、モデルカラーのライトフレッシュ、パンツァーエースの肌色ハイライトカラーなんかをよく下地塗装では用いています。色分けの1色目は濃いグレーです。モデルカラーのダークグレーです。白を上塗りしました。モデルカラーのホワイトグレーをもう一度使っています。アーガマの脚部などに下地、そして今回の上塗りでしっかり色は塗りました。均一な色塗りになるようにウォーハンマーカラーのテクニカル溶剤塗料のラーミアンメディウムを水で薄めて使いながらペイントをしました。ウォーハンマーカラーはホビー用の水性アクリル塗料。塗料の食いつきも良く隠蔽力が高いので下地の色を気にせずに塗ることができます。イギリスのゲーム制作会社ゲームズワークショップが販売しているマットな質感の水性塗料です。2026年春から順次下出るカラーから名称変更しました。今回の塗装で使用した塗料はこちら。このパートで塗装に要した時間は約60分でした。ゲームカラーのブラッディレッドです。アーガマのスポットで飛翔の盾、竜の盾にも鮮やかな赤カラーです。アーガマの色分け箇所にモデルカラーのガンメタルを使いました。細かい塗装箇所も多いです。濃い色味のシルバー、ファレホの鋼のカラーです。ファレホは世界水準で最高級の水溶性アクリルカラーと言われ、筆塗りによる塗装が滑らかに、筆ムラも出にくく、広い範囲に塗装ができます。こちらはゲームカラーのシルバーです。アーガマの尻尾やゼータグレートソード、飛翔の盾のパーツ、銀色の発色の良さはさすがです。ゲームカラーはファンタジックな特別色で、人物、モンスター系フィギュアに適した鮮やかな色をメインとしています。粘度はやや低め、隠蔽力や塗膜は強い特徴を持っています。ウォーハンマーカラーのベース、レトリビューターアーマーゴールドです。このパートでの色分け箇所では、ゼータグレートソードやアイバ・アーガマ、飛翔の盾のソードに塗装部分がありました。下地も効いて一発で色が乗っていきました。ウォーハンマーカラーは発色は強い、隠蔽力高め。今回のゴールドに代表される金属色やコントラストは優秀。ここから竜の盾の塗装になります。2キット保有していたので、今回は闘志ドライ線仕様の茶系、そして剣士ゼータの緑系で2枚作ってみました。まずは、モデルカラーのベージュブラウンです。濃くもなく薄くもなく、茶色の塗料では一番多用しているカラーです。モデルカラーはファレホの筆塗りのスタンダードです。色数も多彩で様々なジャンルの模型、プラモデル、フィギュア塗装に応用できます。水溶性で無臭、速乾、均一で色ムラが出にくい、マットな仕上がり。これらが何といってもファレホの魅力です。続いて緑です。モデルカラーのミディアムオリーブです。こちらも緑の塗料では一番重用しているカラーです。ファレホの隠蔽力が強いのは顔料の含有量、比率が高く設計されているということと、その粒子一つ一つが細かく、そのため均一に塗れるという特性を持っていることによります。茶系の塗料で、こちらはライトなカラー。ゲームカラーのカーキを使いました。
BB 戦士はガンダムシリーズのモビールスーツを2、3頭身で表現、リフォルメした SD ガンダムのプラモデルシリーズ。1987年の発売開始。BB 戦士の名前は初期の頃の BB 弾の発射ギミックに由来しています。SD ガンダム外伝3アルガス騎士団に登場するアルガス王国騎士団騎馬隊隊長です。ガンダム一族の末裔で剣技に秀でた技の騎馬隊を率いる剣の達人。ナイト・アムロと共に戦ったことで互いに認め合い、闘士ダブルゼータ、砲術師ニューラと共に魔獣ジオダンテを打ち破り、ムンゾ帝国を操り戦乱を起こそうとするジークジオンの野望を阻止しました。続く光の騎士編では、バーサルナイトガンダムらと共に決戦の地ムーア海へと赴き、ジークジオンの魔を目指し進撃します。続いて緑の色違い、モデルカラーのライムグリーンを使いました。ファレホの黄緑としては一般的なカラーかもしれません。バイザーが可動、頭部の角がスプリングギミックで発射可能です。アイバ・アーガマが付属で起乗させることができます。起乗形態を取るために脚部がポリキャップと軸をはめ込む仕様になっていました。珍しい作りです。武器はゼータグレートソード、飛翔の盾、竜の盾、マントは解説書を切り取って作るキット設定でした。アルガスナイトゼータ名でのキット化ですが、剣士ゼータの方が一般的です。コミックではストーリー上では接点のなかったサタンガンダムが登場しています。次に濃い青です。モデルカラーのブルーです。ゼータグレートソード、竜の盾にも使っています。ファレホの標準的な青カラーです。塗料は水性アクリルのウォーハンマーカラーとファレホを併用、オール筆塗りで色付けをしていきました。使用した筆は基本は模型塗装用の面装筆。面積の広い箇所は平筆、ハケを使って時短させ効率よく塗装しました。工程は下地塗りから上塗りの大きく2段階です。塗装後のパーツは水性トップコート、艶消しを吹きかけて乾燥させて完成。色塗り終わった各パーツを組み上げていきます。一部付属の目のシールを使います。塗装済みエリアに合わせてカットした状態のものを貼り付けます。ミスターセメント流し込みタイプを使ってピンセットで丁寧に。アルガスナイトゼータのキットは1991年発売で定価500円でした。飛翔の盾にソードをセットしました。ゼータグレートソードを左腰に装着しました。飛翔の盾は背中に背負わせます。左腕に竜の盾をセットします。微調整して完成です。アーガマに起乗させて、フロントビューからリアビューまで。パーツ乾燥して飛翔の盾を左腕につけた状態です。ということで今回は SD ガンダム BB 戦士ナンバー71、SD ガンダム外伝のキット、アルガスナイトゼータ、塗装のパートその2で、アイバ・アーガマと武器防具パーツを水性アクリル塗料フリーハンド筆塗りでした。ご視聴ありがとうございました。次回の動画をお楽しみに。チャンネル登録、高評価、引き続きの応援のほどよろしくお願いします。